相馬さんの作曲を手伝いながらそばで見て勉強する。その方針が決まったが、パフォーマンスをおろそかにしてしまうわけにはいかない。いつも以上に集中しなければ。私もあんちゃんたちを引っ張っていくんだ。新曲のことで力になれない分頑張らなきゃ。よし、ちょっと早いが今日の合同練習はここまでだな。今日のトウヤとあずさはなんかいつも以上に気合が入ってなかったか？新曲をアキトと白石に任せている分、俺は自分にできることでチームを支えたいからな。青柳くんがリードしてくれるから私も思いっきり歌えたよ。二人ともほんとすごかったよ。私も負けてられないなって思っちゃった。な、この調子でイベント本番まで仕上げていくぞ。そういえばみんなトラックの進捗はどう？俺たちは順調だな。今回はメロを織り交ぜてみた。メロ？珍しいですね。前にトウヤがラッドウィーケンドの参加者の歌声には寂しさがあるって言ってただろ。あれを岡崎さんたちにも伝えたんだよ。その寂しさってとこに性の表現につながるヒントがあると思っても。ああ、礼を言うよ青柳。この曲を力強く歌い上げれば俺たちの熱さもより際立つはずだ。今までの曲より難しいが必ずやりきってやる。とても楽しみです。エヴァの新境地という感じで話題になりそうですね。俺も半分ぐらいできたし、イベントには絶対に間に合わせるぜ。三田はどんな曲にするんだ？とにかく曲を沸かせて盛り上げられる曲だな。ラッドウィーケンドを見た時と同じくらい俺も目の前にいる人たちを沸かせてやりてえって思ったんだ。いいね。孝太郎くんは客へのアプローチがうまいからいい曲になりそうだ。おう、任せとけ。エヴァが作った空気を俺が一気にぶち上げて遠野まで渡してやるからな。楽しみだな。じゃあ俺も気合い入れて受け止めないと。そういう新はどうなの？俺はまあまあって感じかな。そっちは？大まかな軸は定まってきたがまだ詰める必要はあるんだ。特にドラムの音はもっと作り込めそうだ。うん、それだけで全体がビシッとするからこだわりたいよね。もっとビリビリする音にできそうなんだけどな。なるほどね。まあイベントまでまだ時間もあるしじっくりやっていければいいんじゃないかな。そうだね。本番までたっぷり時間使ってみんなで熱いイベントに仕上げよう。みんなお疲れ。久しぶりにメイコさんのカフェでゆっくりしない？私も行きたいな。あ、すまない。俺は行くところがあるから先に帰らせてもらう。あれ？そうなの？ああ、これから用事があるんだ。秘密にすると約束したから相馬さんの作曲を手伝ってくるとは言えないが。おい、どうや？お前最近忙しそうだろ。また家のこととかでトラブってねえだろうな。いや、大丈夫だ。心配をかけてしまったのならすまなかった。だが本当に用事があるだけだ。練習に支障が出ない程度のものだから安心してほしい。そうか。あんま根詰めねえようにしろよ。ああ、気にかけてくれてありがとう。さすがアキトだ。鋭いな。それとも俺が隠せてないだけなんだろうか。あいつ自身は大丈夫だって言ってるんだが最近こそこそなんかやってるっつうか。どうや
隠し事はあんまり得意じゃないからね。そっか。なかなか東也くんと会えてない気がするのは、そういうことだったんだ。でもその割に今日の東野はすごかったよね。そうだな。すげえ気合が入ってた。そうそう、もちろん小羽のパフォーマンスもすごかったよ。ありがとう、あんちゃん。今はパフォーマンスに集中するって決めたから。その意気だよ小羽。よーし、私たちも頑張らなくっちゃ。あ、そうだな。まあ東野のことも心配いらねえか。あいつもパフォーマンスに集中してるみてえだし、前より自分のこと話してくれるようにもなったしな。それより曲作りは任せろってあいつに言ったんだ。いいトラックを作らねえと。私も2人が作る新曲楽しみにしてるね。ありがとう小羽。今日も帰ったら早速考えないとね。サクッと打ち合わせちゃおうよ。だな。もっといい音にできそうなんだが。もうこんな時間、そろそろ帰ろっか。私もうちょっとだけ残っていくね。そうなの？じゃあ私も一緒に。ってお店の手伝いがあるんだった。また夜連絡するよ。お手伝い頑張ってね、あんちゃん。あれ？小羽ちゃんは帰らないの？カイトさん、リンちゃん、それにメイコさんも。実はみんなに相談したいことがあるんだ。相談したいこと？私、トラックメイクができるようになりたいんだ。だから、もしわかるなら、みんなにコツを教えてもらいたくて。今ね、次のイベントの曲をあんちゃんと東雲くんが作ってくれてるんだけど、手伝えないのが悔しくて。作曲よりもパフォーマンスを頑張るべきだってことも分かってるんだけど、でも私も作曲ができたらみんなの力になれるのになって思っちゃうんだ。そっか。自分でもいろいろ調べながら触ってみたりもしてたんだけど、やっぱり難しくて。ねえカイト、そういうコツとか何かわかんない？そうだなぁ。僕は作曲をしたことないんだけど、DJ としてたくさんの音楽に触れて感じたのは、作曲者ってすっごくこだわりの強い人たちだなってことかな。こだわり？使う音一つとってもすごくこだわってるんだ。なんていうか、メイコの料理と似てるかもね。私も？メイコは食材にも作り方にもすっごくこだわるでしょ。それって曲作りと似てると思うんだよね。どんな食材を使ってどんな作り方をすれば美味しくなるのかをちゃんと知ってるっていうか、それを知ってないと美味しいものを作るのって難しいと思うしね。なるほど。そういうことね。じゃあもしかして、すごくかっこいい曲とか、かわいい曲を聴いてみて、どんなこだわりや工夫があるのかを調べてみるのがいいんじゃないかな。どんなこだわりや工夫があるのか。私、やってみるよ。いいね。僕も協力するよ。本当ですか？ありがとうございます。じゃあ、
早速やってみようか。曲は、小羽ちゃんが好きなものを選んでみるのはどうかな？私の好きなものでいいんですか？うん。その方が絶対、小羽ちゃんらしいものができると思うからね。いいなぁ。私も一緒にやっていい？小羽ちゃんのトラック聞いてみたい。もちろん。二人ともよろしくお願いします。みんな頑張ってね。昨日パッと思いついて自分で入力してみたんだ。ストリングスの音でメロディーをつけてみたくなってさ。ちょっと生楽器っぽいアナログな響きなんだけど、結構いいフレーズだと思わない？こんな繊細なフレーズも作れるんですね。音を整えるのが苦手だと言っていたのに、すごいな。高音域と低音域のバランスもいいし、低位にも違和感がない。相馬さんはこれを感覚でやっているのか。ただ作りながらちょっと気分が盛り上がっちゃって、気づいたら音がかなり分厚くなってたから心配でさ。もしできるならこのフレーズをサビに入れたいんだけど、やっぱごちゃつくかな。サビですか。確かにもしこの音がサビで聞こえてきたらかなり耳に残ると思いますが、そうですね。組み合わせようとすると響きが濁ってしまいますし、どちらかにするしかないと思います。そっか。せっかくいいフレーズができたと思ったんだけどな。でもこんなにいい音なのにもったいない気もしますね。まあしょうがないよ。こういう時もあるさ。各音域のボリュームをいじれば、それとも定位を変えて楽器の配置を工夫すれば使えるようにならないか。いや、仮にそれで使えたとしても、それは相馬さんのイメージする音から離れてしまうはずだ。って青柳くんどうしたの？いえ、すみません。さっきのフレーズが使えるかどうか考えていたんですが。そんなに真剣に考えてくれてたのか。別にいいって、無理なら無理で諦めるからさ。そうですね。わかりました。そんなに気にしなくていいのに。青柳くんのおかげで音を崩さずに済んだんだしさ。どんなにいいフレーズを考えたって全体のバランスが崩れちゃ意味がないんだ。だから青柳くんは気にしなくていいんだよ。そう言っていただけるとありがたいです。こうやって近くで見ていると、相馬さんのフレーズ作りはとても勉強になる。自分だったら思いつかないような細かい工夫が多い。俺もこういう心を揺さぶるような曲が作れたら。青柳くんどうかした？え？いや、なんか悩んでるみたいだったからさ。もし曲のこと考えてるなら何だって聞くよ。俺も青柳くんに力を貸すって約束なんだから、気兼ねなく言ってくれていいからな。はい、ありがとうございます。相馬さんの音の工夫からどうしたら心を揺さぶる曲になるのかヒントを探そうかと思ったのですが、どれだけ考えても明確なイメージがつかめなくて。前に話してた動的な力強い表現ってことだよね。俺のやり方は見てもらってるし、あとはそうだな、青柳くんと俺とはスタイルが違うだろうし、これはあくまでも俺が気をつけてることだからアドバイスが役に立つかわからないけど、青柳くんは自分の曲に何を込めたいって思ってる？
何を込めるですか？曲にどんな思いを込めて何を伝えたいのか、そこがはっきりしてないと誰かの心には届かないと思うんだ。作曲者自身が分かってないことは誰にも伝わらない。だからまずは自分が何を伝えたいのか、それを知ることが第一歩なんじゃないかな。なるほど。なんだっていいんだよ。喜怒哀楽のどれでも作曲の原動力にはなるんだから。そうですね。確かにクラシックでも作曲者の思いや情熱が楽譜にこもっていると感じることがあります。ですが、そうですね。何を伝えたいのかゆっくり考えていけばいいんじゃないか。はい。やっぱり難しいですね。